史上最強のザブングルだと思う。ゲーム作りと一緒でやっぱめちゃくちゃクリエイティブだなっていう。初めて作ったのって何でした？こういう風に作っちゃってる嫌だっていうのをめっちゃ覚えてますね。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。それでは本日のお客様です。自己紹介の方よろしくお願いします。エンバイロメントアーティストとして、クローバーズスタジオに入社しました。入社してから2ヶ月ぐらいになります。平山梨沙と申します。一応最適化としてはワンピースオデッセイをがっつりやりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャラクターモデリングセクションの高橋です。直近ではベヨネットオリジンズセレッサと迷子の悪魔のリードキャラモデラーやってました。よろしくお願いします。経歴でワンオンワン言ってくれないんだ。ワンオンワンは僕のデビュー作ですね。はい。じゃあもう早速はい行きましょうか。じゃあ僕はですね。出しますか。はなぜこっち側からかというとここにあるんですね。ちょっと出しますねじゃあ。い。めちゃくちゃ持ってきましたんで。これ丁重に扱わないと。プラモデルめっちゃ作ってますね。これがだからさ、剣落ちちゃったよ。本当だ。他人が扱うのはちょっとね、こうはばかられますよね。怖いですよね。最近はやっぱり家で。いいですよね。そう最近だから忠成の席見てこういうの飾ってあるんでそう俺もちょいちょいまあ話はしてるんですけど、これは何？これもプラモ？これもプラモですね。あ、そうなんだ。マンダロリアン。マンダロリアン。おー、マンダロリアン見てますか皆さん？シーズン1だけですね。シーズン1でよく止まりましたね逆に。ねえ、言うてて俺もシーズン3でちょっと止まってしまってるんですけどこれさっき話してたんですけど、これバージョン2ですよね。はい。どうですか皆さん的に RX78 のバージョン 2.0。バージョン 2.0 嫌いじゃないんですけど、マスターグレードで言ったら僕はやっぱりバージョン 3.0 あ、そうなんですか。がちょっと好みです。意外ですね。アニメ準拠というかで、バージョン 3.0 の方はお台場のガンダムのねデザインを取り入れてるやつで、ちょっとお台場ガンダム好きだったんであれいいなと思ったんですけど、結構ディテールがね今時だからあんま神谷さん好きじゃない。ああなるほどなるほど。そう本当はねああいうディテール嫌うところなんですけど、一応お台場準拠ってことでセーフですね。ああそうなんですね。でこれですよ。これが記念すべき一番最初の100分の1ガンダムですよね。コアファイターがむき出しになってる。そうこれでも忠成世代じゃないよね。世代ではないですね。これ2人置き去りになってない？大丈夫？全然参加して。ちなみに平山さんはガンダムはロボとか全然分からなくてこれねお箸って言って俺ハイパービームサーベルですからすごいちょうどいい。多分こういう箸の商品あるよね。ありましたねこの前ね。ふざけ宮本さんが持ってるって言って。これダブルゼータのやつでしょ？あ、そうですね。Qキットがちょっとアニメにやっぱ似ててかっこいいな。これ何？これ普通に当時の100分の1ですね。あ、当時のQキットの？ Qキットの。そうなんだ。Qキットでもよくできてんな。結構かっこよくないですか？ダブルゼータはなんか造形はかっこいいなって思いますね。結構好きですね。見てたアニメは？アニメは序盤の方で見なかったんですけど。忠成は見てんの？僕は再放送とかちょっと見てたっていうのと、あとは僕一時期学生の時引きこもってずっとアニメ見てる時期があったんで、その時全部見ました。あ、ダブルゼータも？じゃあゼータも？見ました。そうなんだ。ゼータちょっと途中きつかったですけど。次これキングジョーですね。SMP の。SMP の僕ちょっと買わなかったんですけど、これはモデロイドのザブングルですよね。これ俺ね史上最強のザブングルだと思う。そうこの間つくまとちょっとね熱くこれ語ったけど、つくまさんとつくまが完全に置き去りになってたから俺が喋ってただけなんだけど、このザブングルのもう変形の解釈がもう見事としか言いようがない。僕は聞きました。僕は、僕らって言っていいか分かんないですけど、あんまりプラモデルそんなにやらない勢からすると造形画とか変形画って
全然ピンとこないんですけど、でもこの間神谷さんから話聞いてなるほどっていうのは僕あったんで、なんやったらもうぜひちょっともう一回それ聞きたいなっていう。なるほど、はい、バンダイにもともといらしたデザイナーの方が、バンダイ辞めた後にこのグッスマさんから発売されてるんですけど、そこでデザインしたザブングルなんですけど、もうこのザブングルに対するその人の思い入れが強くて、なんていうのかな、もうその隙のないデザインとこの変形っていうのを実現してるっていう。これただなりの話題取っちゃって俺また喋り始めるけど大丈夫？一旦聞きたいです。一旦喋らせてください。はい、そうこれザブングルってやっぱり二次元の嘘があって、これアニメのキャラクターなんですよね。でそのアニメの中でこう2機の飛行機というのかなが合体してこのロボットになるっていうので、当時のもうアニメを見てたキッズたちはもう大興奮だったんですけど、その完全変形を成し得たのがないに等しかったんですよ。やっぱりその二次元の嘘があって、アニメの中で変形するのはあくまでもその絵で描いたアニメーションなんで、さっきまでなかった手首がもう次のシーンでは生えてたりとかしちゃうんですよ。それをちゃんとこの立体物に落とし込むっていうことは大変だと思うんですよ。なので当時出たザブングルの超合金、当時も僕持ってるんですけど、当然変形した後にロケットパンチをカシャカシャってはめるとか、頭の出方も本当はニョキって出てくるんですけど、なんか胸がパカッといってペコって出てくるみたいな解釈になってたりとかで、あとその合体する時に邪魔になるこの足側の飛行機に当たるものの機種の部分はちょっと取っといてこっちに置いとくみたいな感じの合体だったりしたのが、近年になってまず超合金魂っていうラインナップでザブングルが商品化された時に一応の完全変形っていうのは成し遂げたんですよ。ただやっぱりアニメ通りの変形をしてなくて、さっき言ったその合体する時の下側の飛行機の機種がどうしてもやっぱり邪魔で無理に折りたたんだりとか、アニメではこう引っ込んでたりするんですけど、それがこうベキって折り曲がるようになってたりとかっていう解釈されていて、合体はできてるんだけどアニメ通りの合体してないっていう、この機種がどうしても鬼門だったんですけど、これ実際皆さん作ってね手に取って変形してほしいんですけど、この機種の解釈が素晴らしい。これはちょっと口で説明しても伝わらないと思うんで、今までね折り曲げてたりとかしたやつがね、これ後ろにこうクランク状にいって腰のお尻につくんですよね。この解釈の見事さですよ。この二次元の嘘の邪魔なものをうまくこの立体の中に収めるっていうこのパズルのように素晴らしい。ちなみに田辺さんそれ知ってました？はい、もちろん。本当ですか？いや僕これ神谷さんに聞いた時にプロモデルとか模型フィギュアとかやっぱあんま分からないなと思ってたんですけど、やっぱゲーム作りと一緒でやっぱめちゃくちゃクリエイティブだなっていうなんかしびれるものがあったんで、なんかすごい、共感するというか。だからね、まさにそこでこのザブングルを通じて、それまでこう工業製品のように受け取っていたこういうおもちゃがザブングルっていう作品とその変形に情熱を込めてこれを作ったかっていうインタビューを読んだんですけど、まさにやっぱり物ってのは人が作るんだなっていうのをこう再認識させられたというか、バンダイで、これの前にハイメタル R っていうラインナップでも一応ザブングル出たんですよ。まずさっきお話しした超合金魂版があって、それ144分の1でちょっとちっちゃいんですけど、でこれ100分の1でちょっと大きいんですね。この100分の1規格でまずハイメタル R 版が出て、それも完全変形はしてたんですけど、やっぱりテレビアニメで見たものとちょっと違ったんですよ。でこれがザブングルの50周年を迎えた時にリニューアル版が出たんですよ。バージョン 1.5 みたいなやつがちょっと造形良くなってたんですけど、それでもやっぱり完璧と言えるところには到達できてなかったんですよ。それがこのきら星のごとく現れたこのモデロイド版がですね、あっというこのからくりでそれを成し遂げてたっていう、このやっぱり人間の情熱の熱さがものに出るなっていうのをこのね商品はね体現してるんですよ。この
忠成の回で忠成をうなずかせるだけにさせてしまってる僕のこの話術、本当すいません。プロポーションもねいいですしね。プロポーションも完璧なんですよ。この変形とプロポーションを両立させるっていう。両立してて近くで見てもいいですか？見てください。またちなみにねこれ忠成が自分で塗装してるんですよ。すすごい。確かに。で俺がすげえドヤ顔で言ってるからね。いや渋い塗装してますね。すごい。こだわりポイント。ザブングルの砂塵の中そうなんですよ。荒野なんでやっぱりこう、やっぱり下の方汚れるところをいっぱい汚して結構上の方は薄めにしたりとか。このねガンダムでちょっとこうリアルロボット系っていうジャンルをこうね後世に確立させた、まあちょっとこうミリタリー色が強くなったんですけど、ザブングルはちょっとこうリアル路線でありながらちょっと西部劇を作品の中に取り入れててっていうので、こうその砂塵が似合うんですよね。まさにこうガンダムなんかはこう宇宙空間で戦ったりっていうのが様になるんですけど、もうザブングルは荒野なんですよ。さすがモデラーですね。まあそうですね。平山さんもザブングル興味出たんじゃないですか。いやプラモデルちょっとなんかやってみたいというか。じゃあ、クローバーズ模型部模型あるんですか？やりますか？やったらちょっと初心者なんですけどおすすめから入りたいなとか。おすすめか。初めてで何からやったらいいか分かんないっていうか。何をおすすめしますか？この前のやっぱり初めてやりました。でもなんかエンバイロメントアーティストなんでちょっと一番最初難しいですけど、情景的なところそれそ難しすぎるな。なんかお城のやつとかスケールモデル系とかね。モデル系。いやちょっとこっち側の趣味にちょっと染めたいな。なんか初めて作ったのって何でした？おお、いいご質問ですね。また俺のトークが冴えちゃうんですよ。さあじゃあ僕短いんで僕からいいですか？僕は多分元祖 SD ガンダムの武者ガンダムシリーズのプラモデルですね。あれね、小山君と忠成って年代一緒くらい？一つ違いです。ああ、じゃあ分かる感じ。もう全然僕もそうですもん。でも BB 戦士派か元祖 SD ガンダム派かみたいな。そうこんなようなやつだよね。これ BB 選手。そう BB 戦士はちょっとなんか軽い感じが低価格。で元祖の方がちょっとプラスチックがちょっと分厚い感じがあるというか。あ、それなんか違い言ってたよね。でそっちの方を僕は選んでたっていう。何？元祖 BB 戦士。元祖 SD ガンダムですね。元祖 SD ガンダムと BB 戦士。BB ガンダム BB 戦士。あ、違うんだ。なんかでも BB 戦士の方がなんかちょっとキラキラしてるパーツみたいなのが多かったような気がします。なんかガシャガシャしてる感じがありました。イメージだけで喋ってますけどね。ちょっとトイっぽいというか。20何年前ですもんねだって。おもちゃの事業部と模型の事業部で違うんですよ。そうなんですね。そういうことか。なるほどなるほど。20何年どころじゃないですわ。もう30年以上前でしたわ。じゃあ忠成もその SD ガンダム系は作ってた。めちゃくちゃ作ってましたね。じゃあ最初は何？一番最初は144分の1の G アーマーでしたね。おお、そうきますか。ちょっと待って。一番最初のプラモが144分の1の G アーマー？お兄ちゃんが買ってきてくれて、一緒に作ったっていうのが僕の一番最初の思い出ですね。それ何歳の時？本当の3、4歳ぐらいじゃないですか。3、4歳でお兄ちゃんと一緒に作ったんだ。もう絶対邪魔にしかなんないよね。いやでもめちゃくちゃ覚えてるんですけど、お兄ちゃん親指逆だよみたいなこうなっちゃってる、こういうふうに作っちゃってる、嫌だっていうのをめっちゃ覚えてますね。それ誰がやらかしたの？それお兄ちゃんです。お兄ちゃんがやらかしたんだ。忠成じゃなくて。そうなんだ。3、4歳でもそれは分かったんだね。そうですね。手の向きは分かりました。なるほど。左手が J ガエルの旦那みたいな。まさにそうでしたね。そうなんだ。でも当時のプラモって接着剤いったよね。接着剤いりますね。これね、忠成これ塗装したって言いましたけど、で俺がすごいドヤ顔で言ってますけど、こう塗装しなくても成型色でこれに近い形には今なる時代なんですよ。僕なんかはもうここまでできない人間なんで、もいわゆるパチ組って
っていうもうパチパチ組んでいくだけの人間なんですけど、それでも成型色でちゃんと分かれてるんで、これで言ったらその青とか赤とか黄色とかって全部この通りになるんですよ。ただ当時はそんなプラモデルの技術も制作側の技術もなかったんで、ザブングルの旧キットなんて青と白だけですよね。だからもうのぺーんと青いんで赤とか黄色とかっていうのは自分で塗らなきゃいけないっていうそのハードルもあったんですよ。加えて今そのパチ組って名が指す通りパチパチスナップフィットで接着剤なしで組めるんですけど、当時のやつは接着剤でくっつけないとダメだったんですよ。G アーマーもそうだったよね。そうです。塗装は当時塗装は多分してなかったんじゃないかなと。じゃあもう組み上げたまま素組みでっていう、そうですね。へえ、そうだよな。 G アーマーなんて忠成絶対世代じゃないもんな。そうですね。ちょっと僕ね忠成とかすってるんですけど、僕が一番最初に作ったやつは144分の1の旧キットガンダムだったんですよ。 G アーマーの中身ですよ。もう名キットですね。名キットですね。僕作ったの小学校の5年ぐらいだったんですけど、あのキットを作った小学生のガンダムまず間違いなく肩が動かなかったっていうその罠に僕もまんまとはまって、こうドゥヒューってこう遊びたいから手をこの状態でもう固定させて接着してしまったっていう、盾とビームライフル構えたいんで。あれもうしょうがないですよね、あの仕様は。あれはね、作ってみたら旧キットがまた今ね、無駄にプレネがついちゃったりしてなかなか入手しづらいんですけど、あればねぜひ作っていただきたいんですけど、あの当時の旧キットと今のプラモをこう作り比べてこの覚醒の感があるなっていうのをぜひ味わってほしいんですけど、当時のやつはもう本当にもう合いも悪くて、もう合わせたのがちょっとこう段差になってたりとかっていうのをもう日常茶飯事というかで、もう子供が作るからもう接着剤も手についてもうくっつけるからもうなんかビタビタ指紋もついてるしっていう。でもこの作り上げたガンダムはもう僕の脳内ではテレビに出てくるガンダムだったんですよ。で僕ガンダムと量産型ザクを作ってってこうやってましたよね。口効果音でやりますよね。色とか塗ってたんですか？色僕塗ってなかったですね。まだまだちょっとそこまでは。僕の2個上のいとこのしんちゃんが千葉に住んでたんですけど、こう休暇の時に松本に遊びに来た時にしんちゃんが一緒に作ろうよって言って夏休みとか。しんちゃん優しいですね。そう、しんちゃん僕の兄貴だったんですよ。僕にとっての。しんちゃんなんかいろんなエンタメをそうなんです。与えてくれたんですね。そうです。しんちゃん話はねいろいろ長くなるんでちょっと割愛しておきますけど、そのしんちゃんが一緒にプラモ作ろうって言った時にもう華麗なるそのプラモテクニックを目の前で見せてくれて、くっつけた時にねこう、合わせ目が当然プラモデルだから出るんですけど、それをちゃんとこうヤスリがけして整えて。でちゃんと設定通りのカラーも塗ってで作ってるのを僕目の前で見ながら、僕はもう最初から逃げてたんで、その時しんちゃんと一緒に作ったのが100分の1のグフだったんですけど、設定通りの色に挑戦したら失敗するのが目に見えてるんで、もう勝手になんかカーキ色とか全然違う色買ってきて砂漠仕様のグフ、俺が考えた砂漠仕様の工夫って言ってもうベタベタ塗りたくってる目の前でしんちゃんが丁寧に作ってるのを見てもう大後悔したっていう俺のグフってでもしんちゃん優しくて、しんちゃんは旧作作ってたんですけどその松本夏休みの滞在中に完成しなくて、で僕も完成したら見たいなと思ってたんですけど、しんちゃんがこれ帰って完成させたら秀樹ちゃんに送るよって言ってくれて、で後日ちゃんとこうね綿に包まれた厳かに包まれた旧作が来てですね、めちゃくちゃ本来の旧作よりもちょっと深めの色で塗っていてちょっとリアルタイプっぽくなってるんですよ。しかもね当時しんちゃんまだあの時中1とかそんなだったと思うんですけど、肩にマーキングをフリーハンドでプレイボーイのウサギのマークを入れたりとかしてしんちゃんませてたんですよ。
もうとんでもない旧ザクが僕の手に来てですね、もう速攻学校持ってって俺が作ったって嘘です。すいません、当時の同級生のみんな、僕めっちゃドヤ顔でこう上からアップかましたんですけど、なんかみんなでこうガンプラ持ち寄るんですよ、休み時間に。僕がしんちゃんの旧ザクをこう俺が作った旧ザクってドヤ顔で見せてる時にこうワイワイ集まってた後ろの方から覗いてた市川君がお手製の旧ザクを持っててですね、なんかこう寂しそうにこうスッて市川君あれ本当ごめんなさい、あれは僕嘘だったんで。最初のおすすめキット何にしましょうか。144分の1リバイバルキットってことですか。俺も今それ頭に浮かんだんだよね。あれただね席に置いてなかった。置いてましたね。はい。